もししっかり一度で大きくしたくてかつ自然なサイズを求めたいならハイブリッド包丁はとてもいい選択かなと思いますね。ちょっと発生する可能性があるのがシリコンのデメリットの一つ。脂肪吸引包協メインで行っているアバン東京銀座脂肪吸引クリニックの森脇慎です。今回は27歳女性の太もも脂肪吸引からのハイブリッド包協のマーキングから施術風景、ダウンタイム1週間経過、3週間経過を紹介していきます。それでは早速見ながら紹介していきます。今回は28歳女性の太ももの脂肪吸引から脂肪包協とシリコンバッグ入れるハイブリッド包協だということなんですけど、なんかやろうと思った理由あります？見栄えです。見栄えでいつ見栄えが欲しい？ドレス着た時とか、ドレス着る機会ある？はい、機会あるんです。ドレス着るときにね、華やかな感じでできるのはハイブリッド包協のいいところなんで、今回太ももから取ってお胸に入れて、でシリコンの種類が、ペアルっていうね、イギリスのボディはシリとペアルっていうのがあるんですけど、その2種類の代表的なもののうちのペアルというのを使って、今回 255cc の MR ってやつですね、ミニとデニの真ん中ぐらいの感じのやつをやっています。で、今回入れるのが脇から液化切開して乳腺カット、乳腺の下に入れてボリューム出して、かつあとは脂肪注入でコーティングするって感じですね。どんな感じにしたいとかちょっと簡単に。シリコン感があるのが嫌で、自然な感じの愛のトリムになりたくて、でちょっと横にもある感じ、横乳もある感じのなんか柔らかそうな感じ、写真見た感じで結構大きめのかなり欲張りなまあね、ハイブリッド包協のいいところはそういう欲張った包協ができてかつ自然にもできるっていうのがメリットのところなんでね、もししっかり一度で大きくしたくてかつ自然なサイズを求めたいならハイブリッド包協はとてもいい選択かなと思いますね。じゃあそのままマーキングしていきますね。太ももなんですけど、今回前側から取る感じで結構細身で綺麗なので、もともと細い人だとね、綺麗な感じで作れるんで、全体的に前側から取れると思う。で、この外側の張り出し気になる人がいるんで、しっかり結構入れて、傷跡がですね、ここずらした方がいいとかあります？ここで大丈夫ですか？ずらして、この傷跡がバレたようにとか、大丈夫ですか？任せます。あと膝をちょっと上げて、こっちからも綺麗に、その方が綺麗に取れるんで、やっていきますね。で、マーキングしていくんですけど、一番大事なのはこの真ん中の線ですね。ここを越えないように、脂肪注入もこっちから入れて、こっちの左から入れて右越えると、胸がつながったように見えるんで、愛知の感じは意識するんですけど、この線、真ん中の線、正中のラインは非常に重要なところですね。あと、この乳房界のラインは結構整ってて綺麗なので、本来の形を意識して、だから若干下にずらしてたりもするんですけど、ずらさず、このライン強調する感じですね。あんまり上がいらないよ。丸め出したり。なんかそう、まとめみたいに急に出るんじゃなくて。なんか、徐々に。そうじゃあそこはちょっと様子見ながら入れて、どれぐらい高さが出るかでここは入れるかどうか決める感じでいいかなと思うんですけど、最近の流行りとしてあんまり上側に入れるよりもメリハリになる感じで、下部に丸めやる方が映える感じの、でかつこのね谷間を意識して作っていく感じ、でこの鎖骨の位置からニュートンの位置にかけて三角があるんですけど、ここの長さがニュートとニュートの間に比べてちょっと長い感じ、だから若干下がり気味のお胸なんで、その場合はここのラインを下げると逆にここがもっと下がって、本当は正三角形が一番綺麗なんで、若干ここ離してあげる感じの、かつこっちにも入れて、だから角度をボリューム上げてあげると正三角形に寄る感じができるんで、なんか上とか下にをすごい伸ばすというよりは、この真ん中の角をしっかり出してあげた方が綺麗には見えるっていう。黄金比的には、ただこの好みとかなんで、そこはそう出してもらったらいいかなということですね。大丈夫ですか？下がるじゃん、ダウンタイム思ったら、加水してくる、加水した時にここが下がらないようにして入れるってこと？最初からここに入れたらさ、ちょっと下がった時にさ、今ここ剥離しないから大丈夫よ、下がんないよ。どういうこと？だからここまで剥離したら、ちょっと上に来てるよね、がもうそのままここになる。そっか、剥離したスペースに下がっては来ないからってことね。理解 OK。だからあんま上剥離すると上に逆に行くから、
シリコン自体はもうここに留めるイメージ。そんなにね、ハイベッドで、ね、移動しないから。そうなんだ。で、ここから下が剥離しないから、下がることはない。OK。じゃあ大丈夫。次に施術風景に入っていきます。一部グロテスクなシーンもあるので、苦手な方はダウンタイム経過までスキップしてください。じゃあ今破壊してるんですけど、今ね、ポートっていうのをつけてますね。これがあることによって、この傷口が広がりにくかったりするんですけど、傷口が広がりにくい箇所もあるので、ちょっと太いものなので、そういうところはつけないんですけど、太ももはちょっとね、傷が広がりやすいので、こういうのをつけてあげると傷が治りやすいというか。内目線定器っていう麻酔液を塗りますね。でこの作業をすることによって脂肪が膨らんで脂肪が取りやすくなる。あと痛み止めもあるので、痛みにも抑えながらオペもできて、あとエピネフリンというね、止血作用のある薬も入っているので、薬によって出血も抑えられるっていうね、3つの作用がありますね。これが非常に大事な作業になります。で今脂肪吸引やってて、太ももからしっかり取ってますね。で今この方は前側から取って入れていく感じなんで、しっかり前側の太ももが一番脂肪量が多いので、そこからしっかり取って脂肪を注入していく感じで行っています。それではシリコンバック包協の解説に移っていきます。まずは脇のところに麻酔をしていますね。次に脇のところを切開して、そこを電気メスで焼いて止血をしています。バイポーラーとモノポーラーというこの2つの器具を用いて止血を行っていってますね。次にある程度剥離が進んだら、中目線定器を乳腺下に挿入していってます。この中目線定器に麻酔作用があるので、脂肪吸引と同様に止血作用が期待できますね。さあ、そして中目線定器で内部を浸したら手で剥離していきます。こういうドン的な手で剥離することによって、安全に正しい層を適切に剥離することが可能になりますね。次に爆粒鉗子を使って奥の手で届かないところをしっかりと剥離を進めていってます。そして次に空気を入れて、今回は 250cc 入れるので、その分 250cc 分の空気を膨らまして、適切なところにシリコンバッグが入るかを確認する作業を行っていっています。確認したら剥離が甘いところを少し剥離を進めていっていますね。そして剥離したらケラーファンネルに入れたシリコンバッグを押して挿入していきます。ぐーっと力を入れて挿入して、今入りました。次に脂肪注入包協の方に移っていきます。で、ハイブリッドだと入れるのは皮下という皮膚の浅い層だけなので、そこに入れて、もうこう胸をコーティングする感じですね。こうやって前後に動かしながらちょっとずつ入れてお胸を作っていく感じ。施術直後のビフォーです。アフターです。しっかりボリュームが出ています。そしてビフォーですね。アフターです。かなり変わっています。さあ、術後1週間経過を見ていきましょう。こちらが術後1週間の太ももですね。ちょっと上げてもらってもいい？上げる？そうそう。足が一番痛いですよね。足が今もめっちゃ痛い。足が痛いね。なんかパンパンに腫れてる感じあると思うんで。なんか術前より太い感じありますか？めっちゃデブになりました。めっちゃデブになった。膝が2個になった。あら。ここからね、細くなっていきますのでね。経過楽しみにしていただければと思いますね。また抜歯してますね。こっちはどうですか？痛いですか？ちょっとこっちの方が痛いです。多分利き腕だから。使ってたのかな。ここのね 3.5 センチぐらいの傷で、脇はね皮膚のなんかシワというか線にね沿ってね切ってるんで結構綺麗になると思いますけどね。こう見た時にね、例えばですけどここにもあるのようなやつのシワのところに沿って作ってるので、だいたい3から6ヶ月で綺麗になっていくイメージですね。人の脂肪吸引からの、ハイブリッド包協の術後1週間ですね、経過を聞いていこうと思うんですけど、どうでした？その手術終わりとか覚えてます？気持ち悪かったとか。術後はめっちゃ気持ち悪くて、生えたりとかで、お家帰っても、次の日まで食べれなくて、2日目からは食べれるようになりました。なるほど。結構ね、麻酔が大変だったということですね。で、今絶賛腫れも内出血も多いんですけどね。で、今ね、かなりむくんでて、あれですよね、オペ前よりも太い感じありますよね。はい、5倍増しです。5倍はいいです。5倍だったらこんなもんで。それぐらいね、術後はちょっと腫れるんですけどね。でもその経過としてはいい感じで、ね、お胸の方も腫れてるので、ここから落ち着いてきて、なので今結構パンパンな感じありますもんね。はい、張ってます、めっちゃ。張ってますよね。で、大体シリコンは3ヶ月ぐらいで落ち着いてくることが多くて、脂肪の方は 1.5 ヶ月ぐらいかな。だからプラスで3ヶ月ぐらいで馴染んでくる感じを見てもらったらいいかなと思いますね。痛いのはこっちだったんですか？はい、めっちゃ今も足の方が痛い。足の方が痛いですね。
胸は全然痛くない。痛くないですね。よかったですね。お胸もシリコン入れてるとね、剥離してるんですけどね、ちょっと痛いですって言いますけど、その方が多分脂肪筋が痛いのでね、そっちがあるかなと思いますね。で、今もうここの、なんていうのかな、熱感とかはないですけどね、張ってる感じですね。あるので、ちょっと触った感じとかも、なんかちょっと違和感あると思うんですけど、どんどん馴染んでくるので、怪我みたいにいいかなと思いますね。サイズ感何入れるかとかも結構大事なんでね、そういうところをね、気になるのシリコンされる方は聞いてもらったらいいかなと思いますね。3週間経過を解説します。ハイブリッド東京のね、ちょうど3週間ですね。で、3週間経つとね、腫れ内出血も落ち着いてはきてますけどね、まだ腫れ感はあると思うんですけど、どうですか、団体の経過、もうだいぶマシになりました、太ももとか。太ももめっちゃ細くなった。細くなった。そっか。こっちはね、まだもっと細くなると思うんで。なんか最初ね、不安がってましたね、これ細くなるじゃないみたいな。そう、なんかめっちゃ太くなっちゃったんで、心配だったんですけど。意外と3週間でもうすでに。インディが行ってるから。まだ全然多分太いと思うんで、まだ3ヶ月ぐらいですよね、太もも結構細くなってくるのが。なので、そこは楽しみにしていただければいいかなと思うんですけど、お胸はね、ちょっと大きめのサイズ希望さ。なんか最初3カップとか言ってましたもんね。はい。僕はちょっと止めたんですけどね、ちょっと大きいサイズ入れたんですけど、どうですか、今現状、ちょっと大きい？大きいです。ちょっと大きい。サイズ感結構大事なんで、どのサイズ、どういうのになりたいかっていうの結構大事なんで、ただなんか写真送ってくれたじゃないですか。あの写真でなんか水着着てるやつあったじゃないですか。の感じはこれぐらいじゃない？正直。本当に？これぐらいな感じ。もうちょっと落ち着くけど、結構あれも存在感大きかったんで、どうだろうな、結構これが難しくて、シリコンって本当にその人のサイズがどういうのになりたいかによって左右されて、例えば大きいの入れた人はちょっともうちょっとちっちゃいの入れたらよかったかなと思ったりとか、ちっちゃいの入れた人はもうちょっと欲張って大きいの入れたからよかったかなっていう、ちょっとないものねだりが発生する可能性があるのがシリコンのデメリットの一つで、ちょっと今大きい感じしますよね。でもまだ馴染んでないのもありますよね。そうですね。腫れ感あるんで、大体3ヶ月経つと馴染んできますので、ちょっと待ってもらったらいいかな。でも大体1ヶ月半ぐらいで馴染みますけどね。痛みとか大丈夫ですかね？全然痛くない。大丈夫ですか？大体ね、これぐらいできます。全然これぐらい。OK です。じゃあいいですね。触った感じとかも、なんか感覚とかどうですか？鈍い感じあります？こっちの乳首だけめっちゃびっくり。気をつけないといけないのが、やっぱり剥離するんで神経をね、ちょっと触る時っていうか触るんですよね。で、神経が触って、こう触った時の感触があんまりなんか以前より鈍いなって、どうです？そんなこともない？鈍くなる人と逆にすごい過敏になる人がいて、ちょっと触られたらなんか触られてるなっていうのが分かるっていう。どっちかというと触られてるのが分かるかな方ですけど、ちょっとそこはね、やっぱデメリットとしてあるかなと思いますね。ただ普通は半年から1年ぐらいで戻ってくるので、過敏な方はそれぐらいで戻ってきますよね。で、本当に触ってるのなんか全く感覚がないっていう人はちょっと戻らない時もあります。そこはちょっとやっぱデメリットかなと思いますけどね。で、ハイブリッドで入れてるんで、脂肪注入の方のね、コーティングももうちょっと柔らかくなって、1ヶ月半ぐらいで落ち着いてきて、シリコンバッグの方もだいたい1から3ヶ月ぐらいですかね。それで落ち着いてきたか、サイズのところでそのバッグで、ここからちょっともうちょっと滑らかになっている感じですね。大丈夫そうですか？はい、そうなったら理想的です。理想的ですね。最低だからね、とても大事だと思います。ただやっぱハイブリッドはね、結構いいと思うんですね。せっかく補強して、脂肪補強だけだってどうしてもやっぱり残りがね、少ないとかそういう人もいるんですけど、ハイブリッド補強だと確実に残るので、僕の施術で多いのはやっぱり二の腕脂肪筋なんですけど、二の腕脂肪筋で二の腕をがっつり細くして、かつハイブリッドで大きくするとめちゃくちゃバイラルになると思うので、ぜひ、一緒にハイブリッドもやってあげるといいんじゃないかなと思います。そしてビフォーアフターです。こちらビフォーのお胸ですね。もともと谷間のあるお胸ですが、ここからしっかりと出していきます。こちら1週間ですね。腫れ内出血が出ていて、黄色い感じが伝わるかなと思います。3週間でかなりボリュームのある自然な感じになりました。ここからさらに落ち着いていきますね。こちらビフォーアフターです。変化がわかるかなと思います。ハイブリッド補強ね、1.5ヶ月ぐらいですか、今。はい、1.5ヶ月です。どうですか、団体のは。ほぼ何も特に感じない痛みとか。いい感じかなと思うんですけどね。ちょっとまだ 1.5 ヶ月で惜しくは太ももとかあるんですけどね、もともと遅かったんでね、もっとなりますけどね、ここが隙間がね、もうすでにこの状態であるんですけど、3ヶ月ぐらいですかね。で、太ももは大体細くなる感じ。でも今でもね、結構なんかいい感じ、拘縮がある状態でも綺麗になりそうな感じなんで、切りがいいかなと思いますね。お胸は結構ね、ボリュームがあると思うんですけど、だいぶ馴染んできました、最初に。最初よりなんか本当
もうデブすぎて死にたいって思ってた頃よりかは、まあ今いいかな。結構ねハイブリッドねされる方、しっかり大きくしてかつ自然にっていうことで希望されるんですけど、やっぱりねなんかハイブリッドした後はなんかこんな大きさ入れるんじゃなかったって言って後悔される方いるんですけど、大体 1.5 ヶ月からぐらい経つとね馴染んできて、まあ3ヶ月でかなり馴染んでくるんで、まあいい感じになると思いますけど、あと半分待ってという。そういうことなんですね。まあ大体3ヶ月でね、切れてますよね。でちょっと傷跡を見てみましょう。ここはねまだちょっと左右でね違いありますけど、こっちはちょっと擦れて痛い。若干痛い。若干痛いね。まあでも、テープ貼っとけば大丈夫かなということですね。なんか気になることありましたか？大きさぐらい。そうですね。大きさが不安だった。今もなんかちょっと。まあ大きいけどね。だって測りに行ったらさ、G だったもん。三角上がったんで。そう、三角だった。ちょうど三角。いい FG。そう。でも E 寄りの G になりたい。F 寄りの G か。ああ、2.8 カップぐらい。そうに落ち着いてくれたら、めっちゃ理想的。ああ、なるほど。じゃあいい感じになりそうだ。こんな感じでね、いい感じになりそうなので、3ヶ月をね、経過していただければと思いますね。はい。今回は27歳女性のハイブリッド包協ペアル 255cc-MR のものを入れたもののマーキングから施術風景、ダウンタイム1週間後経過、3週間後経過、ビフォーアフターを紹介しました。ハイブリッド包協はかなり夢のある施術で一度でカップ数を大きくでき、かつ形も整えられるという夢のある施術の一つです。興味のある方はぜひ参考にしてください。今後も脂肪吸引や包協に関する動画を投稿していくのでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それでは。